サギの花 VS 多発性筋炎、薬ゼロになるまで。期待したガンマグロブリン点滴に効果が見られなかった前回。でもがっかりしている暇はありませんでした。私の体の中ではまだ多発性筋炎が暴れていたからです。血液検査の数値 CPK は500台から下がらないまま。基準値を超えたこの数字はいわば筋肉が壊れ続けているサインです。実際、足取りは重く、筋肉痛のような痛みがずっと体を覆っていました。このままじゃいけない。なんとかしてこの数値を叩かなきゃ。治療を始めて1年4ヶ月。主治医の先生から提案されたのは、現在服用中のステロイド 5mg に加えて、免疫抑制剤リューマトレックスを再度追加すること。実はこのお薬、私にとってはいわば宿敵。今回でなんと3度目のリベンジマッチなんです。過去2回は副作用という高い壁に跳ね返されてきました。1回目、週 8mg、動悸の恐怖でリタイア。2回目、週 4mg、腹痛と頭痛でダウン。3度目の正直となる今回はさらに減らしてわずか 2mg。先生からは、これなら副作用は出ないと思うけど、正直少なすぎて効果もあまり期待できないかもね。という言葉。正直怖かったです。免疫抑制剤を飲むとなんだか自分が弱っていく感じがして QOL、生活の質も下がってしまう。でもこれ以上筋肉を壊したくない。ステロイドも増やしたくない。その一心で私はまたあの薬を手に取ることにしました。リューマトレックス 2mg を飲み始めて3週間。診察日がやってきました。結果は CPK400 台後半。やったー！ずっと500台で停滞していた数値がほんの少しですが改善していました。お、いい兆しかも。と思いたいところですが、私の体感は真逆。正直、筋肉の痛みも重だるさも全く良くなっている実感がなかったんです。それどころか、他にも気になる症状が続いていました。ガンマグロブリン点滴から1ヶ月半以上経つのに、血痰、脇の下の痛み、お腹の不調は続いていて、次から次へと出てくる不気味な症状に、心はすっかり削られていました。もしや別の病気が隠れているんじゃ？不安に押しつぶされそうになりながら CT 検査も受けましたが、結果は異常なし。大きな病気ではなく、ひとまずは安心しましたが、だからといってこのどんよりとした重さが消えるわけではありません。出口の見えないもやもやとした日々が続いていました。さらに3週間後。リューマトレックスを始めて1ヶ月半。期待を胸に診察室へ向かいましたが、結果はまさかの CPK500 台に逆戻り。思わず心の中で叫んじゃいました。なんでやねん。せっかく前回下がったのにまた元の位置へ。やっぱり 2mg じゃ少なすぎたのかな。ちなみに病院では毎回4本分くらい採血をしています。病状チェックだけでなく副作用の確認のためでもあるのですが、幸い数値の上では副作用はなし。免疫抑制剤はゆっくり効き出す薬。ここはぐっとこらえて気長にお薬が本気を出してくれるのを待つことにしました。毎日しんどいなぁと自分に鞭を打ち、時短勤務をなんとか気力で乗り切る日々。でも玄関をくぐった瞬間に私のバッテリーは完全にゼロ。ソファーにどさっと倒れ込むのが精一杯でした。当時、実家暮らしで家事は母に任せきり。多発性筋炎は外見からは分かりにくい病気なので、母の目には私がただぐうたらしている人に映っていたのかもしれません。悪い姿勢で座っているから病気になるのよ。なんて愚痴を言われて分かってもらえない辛さに胸が痛むこともありました。でもこれだけは言わせてください。多発性筋炎は体幹に近い部分の筋肉がダメージを受けやすいんです。
体幹の筋力が落ちているから姿勢よく座り続けること自体がもうめちゃくちゃ重労働なんです。分かってほしい気持ちと申し訳ない気持ち、心も少しヒリヒリとしていた時期でした。そんなこんなでリューマトレックスを飲み始めて2ヶ月が経った頃、新たな異変が起きました。なんだか毎日頭皮がピリピリと痛い気がする。鏡を見ると、嘘でしょ？こめかみのあたりめちゃくちゃ薄くなってない？髪が薄くなる恐怖に勝てず予約外で受診すると、先生はさらっと一言。リューマトレックスはね、いわゆる抗がん剤だから、抜け毛を止めるならやめるしかないかな。抗がん剤？調べてみると、もともと抗がん剤として開発されたお薬だったんです。筋炎などの治療ではかなり少量で使われるので、使い方は違うとはいえ、まさか最小量の 2mg で抜け毛が出るなんて、私、本当に副作用が出やすい体質なんだなと改めて打ちのめされました。でも髪が抜けるのはどうしても耐えられない。結局3度目のリューマトレックスもここで中止。治療はまたステロイド 5mg のみで様子見。振り出しに戻ってしまいました。気づけば多発性筋炎の治療開始から1年半。毎月通う見慣れた病院の景色もすっかり日常の一部になっていました。先月の血液検査は500台だったし、今月もそのくらいで横ばいかな。そんな風にどこかで少し油断していました。結果はまさかの CPK700 台後半。心臓がドクンと跳ねました。でも思い返せば予兆はありました。足が組みづらい。階段で太ももが痛い。そんな体の悲鳴が数字となって現れました。普通ならすぐ薬の追加ですが、私には譲れない予定がありました。来月、家族の結婚式でハワイに行く予定があったんです。先生、新しい薬を追加して、また副作用が出るのが怖いんです。ハワイが終わるまでは、今のままステロイド 5mg にしてください。副作用を繰り返してきた私をずっと見てきた主治医の先生。そういうことなら無理に進めるのはやめましょう。ハワイ楽しんできてね。と私のわがままを受け入れてくれました。数値は悪い、体もしんどい。それでも今はただ可愛い姪っ子ちゃんとのハワイ旅行ついでに結婚式を諦めたくなかった。不安を抱えたままハワイ旅行が始まろうとしていました。次回、果たして無事にハワイに行ってこられたのか。よければまた見に来てくださいね。